ご視聴いただきありがとうございます。金子時計店と敬愛ウォッチの金子です。猛暑日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は来週近所で花火大会があるのと、あと例の YouTube 動画企画で東京に行くので、今から浮き足立っています。今週の動画は今年の7月に日本に輸入開始されたばかりのウルトラというブランドの紹介です。つい 1,2 ヶ月ほど前に金子時計店のお店にいたら、父が珍しく浮き足立って近づいてきて差し出されたのがこのカタログです。そしてこのカタログを見ながら、この時計かなり良かと思うやんね、もう注文したけんね、7月に入荷するらしいぞと言ってウルトラについていろいろ説明してくれました。私もこのカタログを見てとてもいいと思いましたし、いやらしい話売れると思ったので、7月に入った段階でまだと待ちわび、先週の木曜日にやっと入荷いたしました。お値段もお手頃で、時計の作りもすごくいいので、よかったらご覧ください。まずこの時計ブランドの説明をさせていただきます。ブランド名の読み方は、父はウルトラと言い張って、それはおそらく代理店の方がウルトラと呼ばれているからだと思います。しかしウルトラをアルファベットで検索するとアルトラと書かれているサイトもありますし、メーカーの取説でもようこそアルトラウォッチと書かれている部分もあったり、ウルトラアーカイブ1949と書かれている部分もあったり、ちょっとまだ統一されてないようです。もしかしたらもともとはウルトラと呼ばれていて、でそれを日本ではアルトラと呼びたいのかもしれません。今回はウルトラと呼ばせていただきます。ウルトラは1949年にフランスで設立されたフランスの時計ブランドです。正式な設立は1949年、設立者はピエール・マイデアという方です。このマイデア家は1代目から時計に携わる仕事をされており、時計一家、時計一族だったわけです。メーカーのホームページでも1949年設立と書かれていますが、ロゴには1911年からっていうふうに書かれています。ちょっと不思議に思って調べましたところ、厳密に申しますと、ウルトラは1911年に懐中時計メーカーとして登録されています。そのブランドや工場などを前述しましたマイヤデ家が引き継ぎ、時計メーカーとして正式に設立したのが1949年です。どちらを創業年というかはいろいろな見解があり、それが特にスイスでは論争になったりする時もあります。まず皆様が一番気になると思われる価格についてですが、全モデル共通で68,000円に消費税、それから替えベルトもかなりの種類出されてまして、替えベルトの方もこのように一律価格となっております。大変わかりやすいです。今回発売開始されたスーパーオートマチックは、そのベースとなったモデルはフランス最初の自動巻き時計です。このフランス初の自動巻き機械はローターが両巻き上げで、これはセイコーの両回転巻きマジックレバーより15年も前に開発されたことになります。メーカーのホームページによると、1958年に発売されたシチズン最初の自動巻き腕時計用にこのムーブメントをシチズンがオーダーしたと言われています。世界的に注目された画期的なムーブメントだったわけです。その信頼と実績により、ウルトラは1960年のフランス大統領シャルル・ド・ゴール氏愛用の車シトロエン DS のダッシュボードに設置する時計としても選ばれました。その車が誇らしげにカタログに載っています。不景気、クォーツショック、家庭内不和などにより、あいにく1972年に倒産してしまいましたが、その40年後、フランス・モルトーの時計職人さんたちとフランス人の起業家によって復活しました。日本国内で7月に発売開始されたばかりのこのシリーズは、
1949年の先ほどの時計を忠実に復刻しています。全モデルいわば復刻モデルみたいなものです。6時1にはメイドインフランスの文字が見られます。一見1970年代製のデッドストックと思ってしまうぐらいのレトロ感の強さで、ヴィンテージファンの方々にも楽しんでいただけるでしょうし、防水性や修理などの関係でヴィンテージウォッチちょっと抵抗があるなっていう方にも安心して使っていただけるので、そういう方にもおすすめできる時計です。何がこれだけレトロ感を醸し出しているかと申しますと、まず丸みを帯びたプラスチック風防、それから文字盤の縁がちょっと丸くなっている点、また秒針の先もしくは秒針と分針の先がちょっと曲げてある点、これらの点がポイントです。そしてこれらは古いヴィンテージウォッチ、このようなデザインのヴィンテージウォッチに多く見られる特徴です。この価格帯でここまで細部にわたり仕上げてある点に私は正直驚きました。プラスチック風防はミネラルガラスやサファイアガラスが開発される前に使われていた仕様で、今もレトロ感を出すためにわざとこのようにプラスチック風防を使っているモデルもあります。プラスチック風防は柔らかいのでデメリットとして傷やひびが入りやすいっていうことがあります。でも逆にメリットとして傷が入ったとしても取りやすいですし、交換も比較的簡単で交換費用も比較的お安いっていうメリットがあります。機械は精巧製なので動作も安定するでしょうし、メンテナンスも安心です。裏蓋を開けると内側に文字が刻印されていて、見えないところも手抜きなしです。このメーカーの良さは、まずこのほぼ完璧なヴィンテージ調のデザイン、それからバリエーションの多さです。今ここに7種類並べておりますが、他にも種類がありまして、必ずお好みのバージョンが見つかるはずです。それから先ほども申し上げました通り、別売りのカーベルトやメッシュベルトも種類が多く、逆にどれにするか悩んでしまって困ってしまうんじゃないかなって思うぐらいです。ベルトは裏にポッチがあるワンタッチ式です。ここに指を引っ掛けてこちら側に押すとバネ棒が外れる仕組みになっています。バネ棒を外しなしで簡単に付け外しすることができます。この中で個人的なおすすめはこの深緑色の文字盤です。緑色の文字盤自体少ないですし、この暗すぎず明るすぎず絶妙な緑色がとても綺麗だなと思いました。父から時計を借りた時にこの緑が入ってなかったので、お店にわざわざ取りに行ったぐらいです。またドイツブランドのグラスヒュッテオリジナルから最近緑色の復刻モデルが出たこともあり、個人的に緑色が気になっていたっていうのもあります。そしてこの時計を見た時に一番思ったことは、プレゼントに最適やんっていうことでした。たまにこのレトロ感があまり好みじゃないっていう方もいらっしゃいますが、基本的にこの針が3本プラスカレンダーのベーシックなモデルはあまり好き嫌いがなく、普遍的にとても使いやすいので、プレゼントとしていただいてもとても喜ばれるんじゃないかなと思います。大きさはすべて 37mm から 8mm ぐらい。男性でそれぐらいの大きさを好まれる方も多いですし、今は女性でもそれぐらいの大きさの時計をつけていらっしゃる方たくさんいらっしゃいますので、女性がつけても違和感ないです。これがプレゼントに最適やんって思った理由のあと一つが付属品です。まず箱がおしゃれで材質も凝っています。それからこのブランドをご存じない方にプレゼントしたとしても、
このようにメーカーのブランド説明が入ってますので、これである程度お分かりいただけますし、楽しんでいただけるはずです。とても作りが良く、価格も抑えめで、ブランドの歴史も深く、とてもいいブランドだと思います。1点だけデメリットを挙げるとすれば、その防水性です。防水性が1気圧10メートルと書かれているので、最低限の日常生活防水だと思ってください。どの時計がお好みですか？今回日本初登場のブランドだったので、ちょっと長くなってしまいました。雰囲気や特徴などは伝わりましたでしょうか？代理店はエポスやオリス、ユンハンスなどされている国内大手のユーロパッションがされています。金子時計店で販売予定です。まだ 2,3 本しかアップされていませんが、動画で紹介した時計はすべて在庫がありますので、もし気になるものがありましたら直接お問い合わせください。今週もご視聴いただきありがとうございました。